今このビデオを見ている皆さんに聞いてみたいんですけど、ミレニアル世代って何だか知っていますか？最近このミレニアル世代っていう言葉をよく耳にするようになったんですけど、これ一体どの世代のことを指すのでしょうか？ミレニアル世代が一体何なのか、そしてそれがどの世代のことを指すのかを知る前に、僕はまず他の世代のことを知っておいた方がいいなと思ったので、日本の代表的な5つの世代について簡単に調べてみました。まずはよく耳にする団塊の世代。ウィキペディアによると、第一次ベビーブーム、1947年から49年の間に生まれて、日本経済においては第二次世界大戦後の高度経済成長、バブル景気の形成から崩壊を経験したことがある人たちのことを指します。次に白毛世代。この世代は1950年から64年の間に生まれた人たちのことで、日本の学生運動が下火になった時期に成人を迎えて、政治的無関心が広まった世代のことを指すみたいです。そして僕からすればめちゃくちゃ羨ましいバブル世代。この世代は1965年から69年までの間に生まれた人たちのことで、バブル景気の時期に就職した世代を指すみたいです。次はバブル世代から一転して氷河期世代、または失われた世代。この世代は1970年から82年の間に生まれて、いわゆる就職氷河期を経験している人たちのことを指すみたいです。最後はゆとり世代。この世代は1987年4月2日から2004年4月1日までに生まれて、ゆとり教育を受けた人たちのことを指すみたいです。今回は代表的な世代を5つ調べてみたんですけど、一番最初に戻ってミレニアル世代、これは日本の世代にはありませんでした。実はミレニアル世代、この言葉が誕生したのは日本ではなくアメリカだったんです。ということは、この言葉はまだ日本ではあまり知られていないのでしょうか？どうやら僕の嫁は知らないみたいです。じゃあ僕の友達はどうでしょう？ミレニアル世代って知ってますか？知らないです。ミレニアル世代って知ってますか？全然わかんないです。ミレニアル世代って何だか知ってる？知ってるか知ってないか？いやいや知らないです。ミレニアル世代って何だか知ってる？ミレニアル世代。どうやら僕の友達も知らないみたいです。まずミレニアル世代は1970年代後半、または1980年代から90年代に生まれた、つまり現在14歳から34歳の人たちのことを指します。ミレニアル世代またはミレニアルズと呼ぶ場合もあるそうです。この世代の特徴としては、まずポジティブ、楽天的な性格の人が多い。そして自由に生きることを大切にしている。 Facebook、Twitter などの SNS をしている経験があり、自分のタイムラインで何かを共有するのが好き。もちろんセルフィーも含む。またボランティアといった社会奉仕に興味があり、健康、フィットネスはもちろんのこと、オーガニック野菜に高い関心がある。テレビのニュース、新聞を使って情報収集はあまりしない。なぜならググれば全て情報を得ることができるから。最後に固定電話を持たず、携帯電話だけを持っている。寝るときは携帯電話を枕元に。皆さんはこの世代の特徴に該当しますか？ミレニアル世代なんですけど、 SAP ジャパンとイギリスのオックスフォードエコノミクスという会社が共同で調査したものによると、将来2025年にはミレニアル世代が世界の働く人口の 75% を占めるだろうと予測しています。日本では今後労働の市場にどのような変化が起きるのかという質問に対して、ミレニアル世代が働く人口に占める割合の増加は 65%、 労働供給の国際化は 41%、働く人口の高齢化は 35% という調査結果も出ています。働く人口の高齢化、つまり将来職場にミレニアル世代の人たちが増えていくのと同時に、それよりも上の世代の人たちは年齢をどんどん重ねていきます。そうなると職場ではミレニアル世代とそれよりも上の世代との価値観の違いによる問題が起きるのではないでしょうか。最近職場の上司とうまく付き合う方法、逆に職場の部下とうまく付き合う方法といった記事を多く見かけるような気がします。職場とは関係ないんですけど、映画、テレビ、タバコ、車などのミレニアル世代の価値観とそれよりも上の世代との価値観が違うから、若者の何々離れという言葉が誕生したのではないでしょうか。ノームコアというファッションの価値観はまさにミレニアル世代によって生み出されたものだと思います。ノームコアとはノーマルとハードコア、この2つの単語を組み合わせたもので、究極の普通、
外見をあえて普通にしています。インターネットにはたくさんの個性と意見があり、情報は流れていくのが非常に早いです。ノームコア、これはファッションだけじゃなくて、インターネットとは切っても切り離せないミレニアル世代ならではの価値観とも言えると思います。ミレニアル世代ならではといえば、自分の知り合いを6人以上たどると世界中の人たちとつながることができる6時の隔たりという理論があるんですけど、 Facebook ではこれが通用せず、もっと狭い4時の隔たりという理論があります。ミレニアル世代は従来のコミュニケーションの価値観を進化させたのではないでしょうか。日本は島国で鎖国文化だと言われていますが、同じ国に住んでいても時代の背景や育つ環境によって様々な価値観が生まれます。一番大切なことは、それぞれの世代としっかりコミュニケーションをとってお互いを理解し合うことだと僕は思っています。ミレニアル世代という言葉で一括りにしているのですが、本来インターネットは自由で誰にでもできるものなので、世代という言葉を使ってしまうのはなんだか違うような気がします。インターネットをしている誰もがミレニアルズというのが正しい表現ではないのでしょうか。どうですか、あなたは該当しますか？該当するどころか全員そうやと思うとったもんね。皆さんはミレニアル世代に該当しますか？Suitcase on the bedroom floor, one-way ticket in an empty drawer. Come send me out.